思い出しているのか。基地かとでも呼ぶべき。まず強く感じた思いは、閉会、空いている、諦めている、疎ましい、煩わしいと感じながら悠久の時をひたさすらう古びた神ゆえに斧が安らかな死を願い、それがこの者の起源である。積層した再会と別離の山は未知のことごとくを食らいつぶした。もう十分。己は生を謳歌した。だから女神の腕で行かせておくれ。知らぬ者の唯一それしか残っていない。まだ終われぬ美しき刹那をよこせ。なるほどなるほど、そういうことか。理解したぞ。特進した。この者こそがオンミラの親というわけか。裏を返せば納得せずには死ねぬということ。嘆かんばかりの愚かさと稚児のごとき願いのな。だが私としてはこの対局それほど嫌いなものではないぞ。何よりこれは素晴らしき完成度だ。役割の振り分けと適度に宗務へ与えられた多様性に結末、そして行き詰まった際の回帰、世を存続させることのみ考えるならば、これは究極と呼べるものではなかろうか。座に寿命を仮定するならば、これが頂点、最も長寿な渇望であろう。しかし、いや、もったいないな。この神格は死にたがっている。新たな対局との開口、別の神格に心奪われたというわけか。ああ、それではしまいよな。永劫に続く己が世界に自ら終止符を定めたのか。唯一の基地が愛おしいとなり、幾度となく基地の苦痛に蝕まれる。されど唯一の基地と出会うがために道筋は定まり、結末が変えづらいものとなっている。
これもまたまさしく二律背反か。この神、この断りに名を付けるなら、水銀の蛇、永劫回帰、誠の姿、ここに得たい。